デッキとウッドフェンスを作っていきたいと思います。庭としてはちょっと広くはないですけど、デッキをやれば結構広く活用ができる。目地から光がダーッとこれをちょっとこの系の中のデザイン的な雰囲気に持っていきます。台をこう建物と合わせた形でそういうような広く感じる。おはようございます。今回もガーデンリメイクということで既存のフェンスとデッキを一応全部もう年数的に20年近くなってますけど、それを全部撤去して新しいデッキとウッドフェンスを作っていきたいと思います。いや、こちらから入られる感じなんですかね。そうですね、今までこっちからの出入り、デッキとフェンスは撤去しちゃったんですけども、こんな感じです。前の作った状態も私の方で作ったわけじゃないんで、だけど下地、デッキの下草が生えないように一応コンクリートをこうやって打ってあるんですけど、この大きい石とかってじゃあもうこれは始末するのもかさむんで、これは全部隠れちゃうんで、じゃあこの上にデッキがもうデッキで今までもそうで、今回は全部これを平たくして下地は完璧に整地をしてまではやんないで、要所要所草が生えるような部分はモルタル打ったりはしていきますけど、あそこまでもう全部 L 字で今までのように空間的には活用できたと思います。だからその前は多分こう石組みやって植栽だけの見る庭だという感じが面影が残ってますから、庭としてはちょっと広くはないですけど、活用するここでにはデッキをやれば結構広く活用ができるスペースですよね。フラットになってドアからそのまんま狙える、逆に庭っていうよりもう一部屋外に部屋ができたっていう感じの使い勝手になりますから、もう部屋との一体感が出て広く感じるんですよね。ウッドデッキとあとフェンスですか？そうです、フェンスです。だからフェンスはこちらの方から出たとこから一応1800ぐらいと2方向から車があって、やっぱり一番人通りがプライベート的な空間にするにはやっぱりちょっとそのぐらいの高さのフェンスがないとここでくつろげないという感じもありますから、デッキの上から
1800があれば全然まあだからまあ目隠ししちゃうんですけども、雰囲気的にデザイン的にも楽しめるような感じにはしたいなとは思ってますけど、それから今まで木戸で出入りがそこからの出入りだったんですけど、狭くて木戸でここに一つ外扉、フェンスに一つ扉を設けます。まあ設けとけばいざ何か釣った時の出し入れを角のところですね、あそこもなんか3箇所一応扉が入ります。でもう一点、今回のデザインでこのカードにブロックを積んで立ち上げて、ここだけ化粧全部フェンスで木でこうないでちょっと違う素材で使っていこうかなとは思っています。壁を利用した形でちょっとした花を楽しむことができる空間。でどうしても立水線がこうありまして、で今までちょっと使い勝手が非常にこの位置でちょうどあったんです。これをちょっと持って使いやすいで、またデザイン、この系の中のデザイン的な雰囲気に持っていきます。はい、だから結構機能的な空間スペースあれにはなると思います。はい、じゃあこれから始めますのでよろしくお願いいたします。一応最初に工事としては進め方としてはフェンスの基礎をとにかく立てちゃいます。で基礎を立てればその基礎を利用した形でデッキとのつなぎもできますから、それを今日は全部ここはブロックを積んで立ち上げて、どんぐらい積むんですか9段ぐらいです。だけどデッキからは1600ぐらいで、フェンスよりちょっと低めかな。今こちらのベースの基礎もしっかりもう、まあ、構造的にこういう角なんでこっちに倒れるっていうことはないんで。ここに水道管を通したんだ。一応ね立ち水栓がありまして使いにくい。お客様の方でこういうキャレタシンクを持ってるという、これを使ってくれないかという提案がありましたもんで、そしたらもうウォールの内側でここにシンクちょっと雰囲気よくしたいなとは思ってます。だから内側はもう本当にでっけ空間広々となるんですけど、この一角でちょっと庭の景としてここだけ雰囲気をちょっと変えたいなと思っているんです。柱の基礎は一応こうやって終わりまして、フェンスの柱を立てて、でそれでデッキの柱にもなります。デッキと合体するんでフェンスも強度的には丈夫なしっかりとしたものにはなります。まず柱をやってからデッキの根太をやって、でデッキを全部張り終わってからフェンスを取り付けるという形になります。フェンスの加工をしながら柱を立てていきますから。
一応ですね、排水と給水が一応設置できてるんで、この鉄筋の上に一応こういう台を抜きます。でこれがもう排水の一応ちょっと桶の穴になりますから、ベースモルタルで塗ってありますから、ジョリパッド建物と同じぐらいの色かな、白ですね。それをちょっと全部塗っちゃいます。この色イメージ的に室内も海っぽい感じのあれなんで、シンクもちょっと貝殻とかそういうのが回ってるデザインなんで、少しゴツゴツした感じを仕上げよう。フェンスの方が結構面的に平らになっちゃうんで、ここだけちょっとゴツゴツ感みたいな。これで床を全部貼っていきます。床板はホワイトで、だからブラウンとホワイトっていう感じですね。まあフェンスもホワイトになりますから、結構明るくなると思います。全部フェンス 1x4 で貼っていきます。で一応ちょっと目地を1センチか2セン開けた感じで、目地は少し開けますけども、南がこっちなんで、そうすると結構その目地から光がダーッとこう、それもまたいいかなと感じがします。頭をちょっと直線じゃなくて変化を持たせます。ちょっとリズム感があった方がいいかな、そんな感じですね。ちょっとデザイン的に天板を R に全部リズムような感じでつけていきたいと思ってます。一応これカッティングします。ここはちょっと扉をつけたいと思います。まあ、デザイン的には連結で、それほど扉っつう感じはしないんですけど、開口っつう形で一応ここは取ってます。これは物干し、上にベランダのあれがあるんで、ベランダの端を利用して、ちょっと屋根も少しついてるし、一番日当たりがね非常にいいんで、ジョリパッドでこれ化粧して、外側はまあ一応これで終わりで、内側に関しては室内がなんかこうハワイアン的な感じなんで、ちょっとガラスのこういうやつがあるんで、これをこうやってちょっと柄にあとこの天板にこのプランターを同じジョリパッドで塗ったやつを天板に乗っけて、天板だけでも緑があるコーナーを作りたいと思ってます。蛇口は一応ですね、二口の蛇口を一応取り替えます。
最後こっち植栽していきます。ここだけ高さが低いんで、まあ、植栽することによって多少向こうも見えなくなる、まあ、少し楽しんでもらわないとね、植物で。これで一応完成です。はい。完成しました。完全な目隠しじゃないんだけど、これ日がこう差し込んだり結構絵柄になるっていうか、ちょっと狭いんでこう建物と合わせた形でそういうのを広く感じるという感じになったと思うんですけど、でもう一つお客さんの要望でちょっと大きい出し入れがということで、この幅で、まあ、入り口をこうやってもげたり、まあめったに使わないっていう、だからデザイン的にも同じような雰囲気で、ここはもう外から入んない、完璧にもう完璧に開けられない状態にしちゃっております。あとはもうやはり我々としても造営屋なんで、少しでも緑を楽しむスペース、全部がこのままデッキだとね面白くないんで、一応植物を演出できるスペースはちょっと計算してもらいました。この器の雰囲気がいいんで、ちょっとここだけでも鮮やかに、ちょっとね雰囲気、これをシュッとした感じのデザイン感じになりました。今期一応全体のリメイクが終わりまして、完成でございます。ありがとうございました。